剣道の出花ってどうやって相手より早く打つのっていう疑問を解決していこうと思います。皆さんこんにちは。剣道ステップアップチャンネルの K です。皆さん、剣道の出花って相手が動き始めてから打つって思ってませんか？もしそう思っていらっしゃる方、この動画ぜひ最後まで見てください。出花の考え方を覆してみようと思います。この剣道ステップアップチャンネルは全国大会に出場したことがある私 K が剣道をしたことがない方から剣道を10年以上続けている方まで皆さんが楽しめるような動画をこの剣道ステップアップチャンネルというウェブサイトでまとめてお伝えしているチャンネルです。小学校1年生から剣道をずっと続けてきて、こうしたら実際良くなったとか試合で勝てるようになったとか、そういうことを皆さんにリアルな声としてお伝えできればと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今日のテーマ、剣道の出花でどうやったら相手より早く打てるかということについてお伝えしていきます。まず剣道の出花っていうのは何かっていうところからお伝えしていくんですけれども、剣道の出花っていうのは相手を打つべき機会の一つです。例えばあなたが思いっきり完璧な面を最速で試合でこうやって打ったとしても、相手がガードしてきたら1本取れませんよね。でも打つべき機会で打てば相手から1本取れるようになります。でその打つべき機会っていうのはドンとこのように言われてますけれども、その中で一番大事だというふうに言われているのがこの剣道の出花という機会です。で剣道の出花、どういうふうに皆さん教わるかというと、多くの人が相手が打とうとしているところを打てって言われると思うんですよ。皆さんこの言葉を聞いて、私もそうだったんですけど、最初こういうふうに思いませんでしたか？相手が打とうとしているところを打つってことは、相手が打とうとしてるなっていう気持ちのことなんてわからないから、相手が動き始めたぞっていうところで、よっしゃ相手来たって言って打ってませんか？これって実は剣道の出花っていうタイミングではないというふうに思った方がいいと思います。っていうのも、この剣道の出花の打とうとしているところを打つっていうこの言葉をもう一度正しく考えてほしいんですけれども、打とうとしているところって体の動きっていうよりも相手の頭、気持ち、そういうところのことを言ってるというふうに考えを改めると、剣道の試合の考え方、戦い方っていうのが全く変わってくると思います。で、どういうことかっていうと、これ当たり前の話なんですけど、相手が動き始めました、打ち始めました、面打つぞって言って面打ち始めました。それを見たあなたが、相手が打とうとしてるって言って相面合わせるぞって言って面を打ちに行きますね。これこっちとこっち、相手とあなた、どっちが先に面に届くと思いますか？当然先に動き始めた方が同じ速さであれば勝つんですよ。これが実力差がすごいあって、あなたが相手よりも圧倒的に速く打てるんだったら勝てますけれども、そういう相手は別に出花でなくてもいいんです。いろんなところで実力差があればいくらでも打てますけれども、同じぐらいの実力差、同じスピードで打つ相手とやるときに相手が打ち始めてから打ってたらそれは負けてしまうんですよ。で、私もずっとこれってなんでなんだろうってずっと思ってたんですけれども、高校生ぐらいの時にそういうことっていうふうに気づいたことがあります。これは相手が打とうと思っている、まだ動き始めてない、そのタイミングであなたが打ち始めたらどうなると思います？相手は打とうと思っている時にあなたが打ってきたら
もともと打とうと思ってるから防御しないで前に出てくるんですよ。そうするとあなたは先に動き始めてるから相手よりも早く一本を取ることができるんです。この考え方って小手でも同じなんですね。出花後手でも同じです。相手が動き始めてから打ってたら手がもうこんな上までいってて、それにこうやって当てるなんて非常に難しいです。できる人はいるかもしれないですけども、難易度がぐっと上がります。ですけれども、相手が打とうと思っているところかつ相手が動き始めてない、まだそのタイミングを見極めて、あなたが相手が動き始めるその起こりを打つ。起こりを打つっていうとまた言葉が増えますけども、要は相手がまだ動き始めてない時にあなたが打ち始める、それが大事なんです。それで打つと簡単に小手が取れたりするんですよ。で、じゃあここで一つどうすればいいのっていうのがありますよね。相手が打とうと思ってるなんて心の中気持ち分かるわけがないじゃんって思うんですよ。それを今日は覆します。相手がどう思ってるかっていうのはコントロールできます。どういうことかっていうと、皆さん日常生活で相手を怒らせるっていうことできますか？できますよね。例えば、何でもいいんですけど、人の食べてる食べ物を、例えばもうデザートとか肉とかステーキとかそういうのを一番最後まで取っておくタイプの人がずっとそれに手出さないで他のやつ食べてて、最後に残ってるやつをあなたが「あ、うまそう、食べました」怒るじゃないですか、相手で。怒ってたら相手って「この野郎」ってなるんですよ。この時点であなたは相手を怒らすっていうことをしてるわけですよね。剣道でも相手を怒らせる、相手を焦らせる、相手を驚かす、相手を怖がらせる、恐怖させる、そういうことはできるんですよ。相手の心はコントロールできます。で、相手に打とうという気持ちを起こさせる、そういうことができれば、こうやって構えている状態でですよ、相手がもう打ちたいっていう気持ちになったら、その打ちたいっていう気持ちの次に相手が打ってくる、その動きがある前ですよ。相手が打ちたいと思ってて、でもまだ動いてない、そのタイミングであなたが先に打ち始めれば勝てるんです。じゃあどうやって剣道で、別になんか好きな食べ物を取るとかじゃなくて、どうやったら剣道で相手に打ちたいと思わせるか。それは一番想像しやすい例が剣道の団体戦、大将、相手は1本取らないと代表戦に持ち込めない。その1本を取るためにもうとにかく必死になって打ってくるっていう場面ありますよね。剣道の試合を経験たくさんされた方って分かると思うんですけど、それでなくても剣道の個人戦で1本あなたが取った後に相手は焦ってとにかく打ちたい、とにかく1本取らなきゃ、打たないと1本ならないって言っていっぱい打ってくる、その時の気持ち、これって相手は打とうと思ってるんですよ。なんで打とうと思ってて、しかも相手がまだ打ち始めてない、その瞬間にあなたが打ち始めて、その時に相手が本当に打ってきたらあなたの勝ちです。だって出鼻のタイミングで打ち始めてるから、その時点ですでにあなたの勝ちなんです。で、別に何にもない、そんなシチュエーション何にもなくて1対1で戦ってる時にどうやって相手を打たせようとするかは、例えばこうやります。まっすぐ中心に取っていってプレッシャーをかける、プレッシャーをかける。ですごい張り詰めている空気感の中でちょっとだけ相手に自分の竹刀を横に
見せてあげる。ちょっと真ん中を開けてあげる。竹刀の中心からちょっとそれてあげる。でなおかつちょっと下がってあげる。気持ちでいいんです。ちょっと打って負けたような仕草をする。そうすると相手がどう感じるかっていうと、あれ今チャンスって感じるんです。その気持ちって打ちたいと思ってるんですよ。ーって構えてすごい緊迫した空気の中でスッてあなたがやるだけで相手がチャンスって思っています。その時に中心を静かに戻して中心取り返します。でも相手はまだチャンスだと思ってるから、いけるかもしれないっていう気持ちになってるんです。そのタイミングであなたが先に打ち始めると、相手は打ちに来て先に動き始めてるあなたが勝つと。こういう理屈で出花の打ち合いにあなたが勝てるようになります。別に今のって小手でも同じです。で仮に相手がどう狙ってましたっていう時も、どう打つ時って手元上がるんですよ。その時に小手が打てますし、もっと極端に言えば相手がどう打とうと思ってるとしても、胴の動き始めってこんな感じですよね。でこの瞬間だったらもう小手でも面でも打てるんですよ。胴に対して面でも出花だったら勝てる時は十分あります。出花は相手が動き始めてからじゃなくて、相手が打ちたいと思っててかつまだ打ち始めてない、そのタイミングであなたが先に打ち始めるものなんだっていう風に、今まで相手が動き始めてから打ってた人は考えを改めると、出花の考え方、剣道の試合の戦い方、そういうのが全く変わってきます。ぜひそういうことって感じた方は、次の試合の時にでもちょっと試してみてください。で一つちょっとおすすめの練習方法があります。っていうのは、基本打ちの時、だいたい稽古の最初って基本打ちで面打ち小手打ちとかって最初やりますよね。その時に秘密の特訓みたいな感じです。相手がやーって言ってって打ちますよね。その打ち始める前に、基本打ちって当然打とうと思ってるんですよ。そのタイミングでまだ相手が打ち始めてない、動き始めてない、でも打とうと思ってる、そのタイミングでちょっとカメラ切り替えますよ。ちょっと右足見えるようにしますけれども、相手が基本打ちでやーって言って打ち始める、その時にやーって言ってまだ打ち始めてない、打ち始めるギリギリのタイミング、そのタイミングであなたが先に打ち始めるっていうのが出花なので、そのタイミングで右足をほんの1センチでもいいのでスッて出す。基本打ち手ですよ。基本打ちで相手がやーって言ってこれから打とうとしてる、でもまだ打ち始めてない、そのタイミングで右足をスッと出す。これを毎回の基本打ちで試してみてください。私いつもこれやってるんですけど、その癖をつけておくと本当に相手が打ちたくて、しかもまだ打ち始めてないっていうタイミングで右足を出すっていう癖がつくんです。その癖がついてれば、いざ試合の時に相手が打とうと思っていてまだ動いてないタイミングでスッと右足が出せて打ち始められるので、それであなたは試合で出花を取るということができるようになるはずです。今出花の場数を圧倒的に多く踏めると、そういう考え方でいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。剣道の出花の考え方、変わったなっていうふうに感じた方はぜひグッドボタン、また他にもこういった剣道の根本的な話、そういうところもぜひお伝えしていきたいと思ってますので、他にも動画見たいという方は動画の投稿に気づけるようにぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。